ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今期 IKEA では390点以上の新商品が登場していまして、そこから特に注目の新商品を紹介していきます。もう完全に IKEA は春になってまして、カラーリングがとっても素敵になっています。最新の IKEA のデコレーションもたっぷり紹介しますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずは価格改定の話題です。日本の IKEA では1月9日に価格改定がありました。この赤色のニューローワープライスって書いてある値札が目印です。結構人気商品が値下げになりまして、これから買う人はラッキーですね。ただまた値段が戻るかわからないので、早めに買っておくといいと思います。こちらは鍋豚のクロックレンです。これもほんとしょっちゅう値段変わりますよね。で、あとスクープの一番大きなサイズが値下がりになりました。それ前回の動画でもお話ししましたけども、敷布団を入れるのに使っています。これは私も買い足しとこうかな。はい。で、こちらも大好きなティーポットなんですけども、値下がりっていうかね、昔のお値段に戻ったっていう感じですね。すごいですよね、このご時世に値段が戻るって。洗いやすいしスタイリッシュだし、めちゃくちゃね使いやすいんですよ。で、こちら私も使っている推しなんですけども、断熱ハニカムシェードのホップバルスが価格改定で値下がりしました。寝室の窓2面ともこれを使ってますね。あとはシリコンバッグのフィルフィスクと大人気商品のトング2本セットです。ミニトングすごい使いやすいんですよね。もしまだ持ってないって方いらっしゃいましたら、これを機に買ってみてください。サイズが小さいので大きいものよりも軽い力で使えて便利です。ではここから新商品を紹介していきます。こちら素敵なディスプレイがされていますけども、いや春ですね。こちらアジサイの造花が新しく出ていました。毎年アジサイの造花出るんですけども、今年は結構色味がパステルカラーで可愛いですね。小ぶりで飾りやすそうだなと思いました。こちらはですね、ピンクと2色展開なんですけども、ブルーがねもうかなり在庫少なそうに見えました。あと素敵な花瓶が出ていました。IKEA やっぱ花瓶強いですね。こちらもめちゃくちゃ可愛いです。色は地味なんですけど、模様が複雑なので存在感がありますね。ニュートラルカラーがお好きな方でも合わせやすいと思いますし、このようにブルーとの相性もすごくいいですよね。素敵なコーディネートだなと思いました。そしてとってもおしゃれなダイニングチェア、最近値下がりしましたダイニングチェアが添えられております。たまりません。こちらのブルーのトレイも新商品でして、とても春らしくて可愛い色合いですよね。このセットみんな欲しくなりますよね。このペーパーナプキンも可愛いです。こちらのトレイは編集時時点ではまだオンラインサイト載ってなかったんですけども、時差がありますのでそのうち載ると思います。続きましてはおしゃれなエプロンが出ていました。リボンが長めで、紐前でもくぐれるのいいですよね。ポケットも2箇所ついてて機能的になっています。結構ね大きめのポケットがついてるのもいいなと思いました。続きましてはこちらのルームセットを見ていきましょう。こちら大人気の一人掛けソファーがありますが、その後ろにスコーディスという IKEA で人気の有効ボードが設置されています。私大好きで家にたくさん持ってるんですけども、このバスケットが新しく新商品として出ていました。中から雑誌が出てきました。結構大きめの雑誌ですが入るんですね。このスコーディスにクリップライトをつけているのもすごくいいですね。こちらの有効ボードはいろいろな場所で活用できて、こちらは玄関で使っている使用例です。このようなメッシュ状のバスケットもあります。いろんなアクセサリーがたくさんあります。フックですとかクリップですとか、いろんなアタッチメントがあります。で、壁面じゃなくてもこういうクランプできるものもありまして、このように机の天板に設置することも可能です。で、このボード自体はネジで大きなネジ穴を開けなくても設置することもできますので、設置方法は概要欄に詳しく書いておきます。私はこの有効ボードのシリーズ大好きなので、こちら購入して使ってみたいと思います。結構ね思ったより頑丈なんですよ。パッと見フェルトのね布っぽく見えるんですけど、あともう一つこちらのシェルフも新しく出ていたので購入してみました。で、まず先にこちらのバスケット
の方から紹介します。こちらはレビューにすごく組み立てが難しいという記載があったんですけども、なんか設置もすごい難しいって書いてあったんですけども、そこまでではなかったかなと私は思いました。いや、なんか難しいって言われてるから構えてたのもあるかもしれないですね。この留め具で4箇所留めるだけです。でこちらのバスケット結構大きいですので、設置できそうな場所はここかなと思ったのが娘の勉強机の前です。こちらの勉強机は IKEA のミッケというもので、その机側にこちらの有効ボードを裏からネジで留めて設置しています。こちらの詳しい設置の仕方はぜひ関連動画をご覧ください。でここでの設置の仕方はしっかりマイナスドライバーで締めれば大丈夫です。私最初引っ掛けるだけにしてたら落ちてきちゃいましたので。でこのバスケットやっぱり家で実際つけてみるとめちゃくちゃ大きいなって正直思いました。タブレットを入れても全然余裕があります。メッシュのバスケットと違って中身がこう隠れて見えなくなるっていうのはすっきりしていいのかもしれないです。で横方向がかなり余裕があるのでタブレットを入れても充電もしながら全然入れられるのがいいなと思いました。あとはやっぱりちょっとプリントを入れたりするのにもいいかもしれないですね。書類の一時置き的なポケットにするのもいいかなと思いました。それにしても結構大きいんですよね。でもう一つ買ったシェルフの方を今度は紹介していきます。すごくシンプルでいいなと思いました。完全に縁がないわけではないんです。ちょっとだけ立ち上がりがあります。私のデスクの横の有効ボードに設置してみます。こちらの有効ボード側のサイズは一番小さいタイプなんですけども、幅が目いっぱい使いました。で下に設置してあるのは前からあったトレイです。前からあった方のトレイは縁の立ち上がりがだいぶ大きいですね。今回のシェルフの方がすっきりして飾りやすいし物も置きやすいなって思います。これはかなり使い道ありそうですね。さらに活用例が広がるなと思いました。でこれは何かって言いますと、私が趣味で 3D モデリングして 3D プリンターで作成した IKEA の時計用のケースです。 IKEA のこちらの時計は有名なのでご存知の方が多いかなと思うんですけども、回転して機能が変わるものになってまして、タイマー機能がすごくおすすめです。40分間を集中して作業するぞっていうふうにセットしまして、回転させたらまた止まって、でまた戻したら40分からカウントダウンが始まるので、集中して作業するぞっていう時に使っています。で他はフックもたくさん有効ボードに使ってますね。あとはペン立てがになっているバスケットも愛用しています。私のデスクも IKEA のミッケです。でこのシェルフなんですけども、むしろ子供の目の前につけてあげた方がすごい収まりが良かったです。もう一個欲しいな。今までのトレイだと鉛筆削りが乗り切らなかったので、こちらの方がいいなと思いました。毎日使うものはしまい込むよりもこのように見える場所に置いた方が便利ですよね。あともう一箇所子供部屋で有効ボードを使っている場所がありまして、ほんと大活躍しています。ここは娘がすごく気に入って、この前で毎朝ヘアセットをしております。この鏡も IKEA の商品です。続きましてはかわいい収納用品が出てたので紹介します。こちらはコートハンガーなんですけども、壁に固定して使うものが出ていました。結構大きさはあるなと思ったんですけども、デザインがシンプルなのでそれほど圧迫感はないなと思いました。真ん中に丸いトレイが置いてあったり、フックがついていたり、とても便利そうですよね。結構玄関が広くないと難しいのかなっていうふうに思いました。じゃあ3段になったシューズラックです。この丸みを帯びたデザインとメッシュの感じがポップな雰囲気で可愛いですよね。棚板は今斜めになってますけども、水平にすることもできます。斜めなので小スペースに見えるんですけども、足元の面積は変わらないので、占有面積としては必要になってきますね。値段めちゃくちゃ安いんですけど、かなりしっかりしてました。これすごい靴がねたくさんある方いいですよね。圧迫感もないですし、視認性もいいし、で IKEA のディスプレイがすごく可愛くなってて、
完全に春なんですよ。このランプシェード私買いましたけども、こんな風に2個ぐらいつけたくなりますね。で今季めちゃくちゃこのカラーリングが可愛くって、このクッションカバーも可愛いんですけど、このちょっと黄色の今ちらっと見えてるブランケットとこのブルーの組み合わせがめちゃくちゃ可愛いですよね。でこちらブルーのブランケットもありました。すっごい可愛いブルーなんですよ。こちらは黄色い方はベージュイエローっていう名前で、フリンジのところは白なんですよ。それがまたいい。で私がブルーって言ってたのはグレーターコイズでした。はい、可愛い。どうします？グレーターコイズの方もフリンジはちょっと色がね混じった感じで可愛いです。いやめちゃくちゃクッションカバーと一緒に合わせて買いたいですね。やっぱり合わせるならおすすめはサネーラシリーズで、柔らかい光沢がすごい綺麗なんですね。なのですごいね、色物と合わせてもカジュアルになりすぎず上品さを加えてくれるので、サネーラシリーズと合わせるのすごいいいんじゃないかなと思ってます。あとすごく素敵だなと思ったのが、オンラインサイトでもう実際このサネーラシリーズとコーディネートしてたんですけども、こちらのクッションカバーです。マルチカラーなんですけど全然派手すぎなくって、で何より布地に織り込んであるみたいになってて、ちょっとねこう模様が立体的になってるんですよ。値段の割に高見えする生地だなと思いました。お部屋にオレンジのものとかある方、こちらいかがでしょうか。今季の IKEA もめちゃくちゃ楽しいですね。バスルーム3点セットに新商品が出ていました。ソープディスペンサーと歯ブラシスタンドとトレイの3点セットです。なんとこちらプラスチック製でめちゃくちゃ軽かったです。めちゃくちゃ軽い。でトレイは水切りの穴が開いていなかったので、ソープディッシュっていうよりはアクセサリートレイみたいな感じでも使えますよ。そもそもこの2つを載せてもいいですよっていうものなのかなと思いました。デザインはとてもエレガントですね。私はガラス製を期待してたんですけども、割れるのが怖いなって思ってる方とかはいいかもしれないですね。続きましてはこちら、何だと思いますか？これは植物に水をやるものです。よくこう先っちょが細くなってて土に刺すやつあるじゃないですか。それかなと思って見たら、これは先端がテラコッタになってまして、素焼きの土なのでゆっくり水が浸透していくんですね。こちらの塩水部分がペットボトルに付け替えることもできるみたいで、なので長期で旅行行く時とかはそういう風にして水を増やすことができるみたいです。またね蓋もついてました。うちにある植物は皆さん1週間ぐらい水やりしなくても平気なのばかりなので、こういうの使ったことないんですけども、どうなんでしょうね。もしこういうね上から刺すタイプの水やり器使ったことある方いらっしゃいましたら教えてください。お値段はお手頃なので試しやすいですね。続きましてはデスクチェアなんですけども、可愛かったので紹介します。スマホで見てた時はこの画像がちっちゃくてこの模様に気づかなかったんですよ。めっちゃストライプの模様がすごい可愛かったです。IKEAのチェアに共通してるんですけども、感圧式ロック機能付きで、立ち上がるとチェアが動かないようにロックがかかって、座るとロックが解除されるという仕組みです。コマの部分までホワイトで可愛いです。でデスクつながりでトーンスタードシリーズの引き出しユニットのキャスター付きのもので、ちょっと実物見られなかったんですけど、こちらのねオーク調のものが新しく出ています。トーンスタードシリーズはスキー板仕様になってまして、とても質感がいいです。でこのキャスター付きの引き出しユニットは上にねこんなスチールの穴の開いたスチール板がついてて、ここにね電源タップを隠せるんじゃないかなって思います。面白い機能ですよね。やっぱりねちょっとオーク調の方はだいぶお値段が高くなってました。で引き出しはもちろんソフトクロージングですし、一番下の段は背面の板がないタイプなのでパソコンとか置きやすくていいなと思いました。ただ付き板仕様だと重さが気になるところではあります。トーンスタードシリーズはデスクやサイドテーブルなど棚などもたくさんありまして、 IKEA の中ではお値段高めなんですけども質感がすごくいいので、ぜひお店で実物を見ていただきたいなと思います。次回も新商品を紹介する予定です。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。